書道入門。縦線の種類と書き方。まっすぐ書くコツを習得しよう。この動画では字を書くことが楽しくなるヒントをお伝えしていきます。こんにちは、書道作家の山田しおりです。創作文字を生かしたロゴ制作や抽象作品を国内外で展示しています。はい、今日は縦線の種類と書き方についてお伝えしていきます。縦線のお悩みって多いと思うんですけれども、引いてるうちに線がぶれてしまったり、線の最後がきれいにまとまらなかったりすることがあると思います。この動画を見ていただくと、きれいに縦線を書くコツを習得できますので、ぜひ最後までご覧ください。縦線には、種類が大きく、2つあります。収筆、線の終わりを抜く線と止める線です。右が止める線、左が抜く線になります。実はこれはそれぞれ名前がありまして、収筆を止める線は度と言います。そして収筆を抜く線は剣心と言います。字のごとく吊り下げられたような針の形をした線のことを言います。今回は止める線度についてお伝えしていきますね。剣心についてはまた別の動画でお伝えしたいと思います。では止める線度について詳しくお伝えしていきます。まず縦線をまっすぐ書くには書く前の準備もとても大切です。1つ目、机と体を拳1個分離して座る。2つ目、肩甲骨を下げるイメージで姿勢を正す。3つ目、一呼吸して胸の力みを取りましょう。生活をしていると前かがみになる動きが多いですが、字を書くときは姿勢を正すことで書きやすくなります。パソコンを覗き込むように前かがみになっているとうまく書けません。紙全体が見えるような高さに座って上から見ながら書きましょう。そうすることでバランスを取りながら書くことにもつながります。続いて線を分解して説明していきます。起筆では45度に筆を入れる意識です。この涙の形が45度になるようなイメージですね。書く時のコツなんですけれども、筆を紙から浮かさないで線を下まで引きます。起筆を入れた後に紙から筆を浮かしてしまうと、その筆のお尻の部分が出っ張ってしまったりするんですね。なのでちょっと注意をしてやってみてください。収筆は起筆と同じ角度で紙から離します。離す時のポイントは、筆を紙に少し押し当てるようにしながらそっと紙から離します。押し当てるっていう極端に、上に上げるということではないんですけれども、筆をちょっとまとめながら離すようなイメージです。それでは実際に書いてみます。続いてスローモーションです。止める縦線度は様々な漢字に使われています。例えば下、木や川など、
度をマスターすると上手に書ける漢字も増えますね。いかがでしたか？まずは縦線の仕組みを理解して、あとは書きやすい姿勢や体の位置など工夫して練習してみてください。落ち着いて書くことも大事ですよ。